エモンレポートへようこそ。今回は知らないとヤバい4つの必須グリークスを投資初心者にも分かりやすく完全解説。これ1本で喋りきるから絶対に覚えろをお送りしていくよ。ついにこの回来たか。グリークスはオプション取引の最初の壁だよね。オプション取引やるならこればかりは避けて通れないんだよね。ああ、みんな渋い顔してるな。でも安心して、この目次を見ただけでめまいを感じてる人もいるかもしれないけど大丈夫。トレードの実践に不要な部分などの無駄は排除して、なるべく計算や図解は出さないよう分かりやすく説明していくから、散歩でもしながらリラックスして、とりあえず楽しんで聞き流してね。そうは言ってもせっかくの完全解説だし、メモを準備して聞き逃さないようにじっくり聞くよ。いや、そう構えるなみやび。確かに今日から今すぐにでも役に立つ内容なのは違いないけど、濃厚すぎて一度に全部理解するとか確実に無理だから、それは今のうちに諦めて。最初はエモンが言っている意味が全くわからなくても全然いいんだよ。とにかく最初はこの動画を楽しんで最後まで気軽に聞き流して、グリークスの全体像の雰囲気を感じるだけで OK。 いいね。わかったよ。また意味不明なこと喋ってるなーって思いながら見るよ。で、しばらくして忘れた時や疑問が出てきた時に、そういやエモン、あの動画でなんか言ってたなーって概要欄の目次からその部分に飛んでまた動画を見返してみて、これを繰り返すうちに徐々にエモンが言っている内容の意味が分かってくる。パズルのピースがはまっていくように自然に覚えていくよ。パズルが完成する頃にはきっと上達を実感できるはずだよ。グリークス以外にも IV やスマイルカーブの解説もしていくよ。最後に秘密のコーナーがあるから楽しみにしてね。なんだその怪しいコーナー。さて、知らないとヤバい4つの必須グリークスだけど、それはデルタ、ガンマ、セータ、ベガの4つだよ。オプション取引に必須だからなるはやでクリアにしていかないといけない。今回はこれを最短ルートで覚えるための動画だよ。やっぱ必須だよね。だって早くオプション取引で稼げるようになりたいでしょ。でもグリークスが初心者の壁になっているのは間違いない。ここはエモンも非常に苦労したところだから気持ちはよくわかるよ。 EP1 の動画でオプション取引はオプション特性を巧みに利用してこそという説明をしたね。グリークスがわからないということはオプション特性が何なのかもわからない。特性がわからないのだから仮にトレードで利益が出ても逆に損をしてもどっちにしろそれは狙ったものではなくたまたまオプション特性のどの部分が作用した結果なのか原因がわからないのだから、反省点と改善点を次のトレードに生かすことなどできない。だからなんとなく利益出てなんとなく損してと行き当たりばったりのトレードを繰り返すことになるよ。これではいつまでたってもオプション取引は上達しない。エモンはそんな感じで相場に勉強代を払っても学びがない期間が長かった。使ってないサブスクみたいだね。もったいなさすぎるというか残念すぎる。だからエモンのように無駄に時間とお金を消費して遠回りをせずともみんなが最短ルートで4つの必須グリークスを覚えられるように必要な情報をこの動画1本にまるっとまとめたよ。人それぞれ数字の得手不得手はあるし習得には個人差があるだろうけど、みんな自分のペースでブレずに確実なことをやっていけばいいんだ。この動画はそんな学習の指針になるよ。もしそれでもわからなければオプショクギルドのチャットで聞いてみるといいよ。エモンとは違った視点の話が聞けるかもしれないね。ギルドは歴戦の猛者揃い。先輩トレーダーの意見が聞けるのは貴重だね。オプショクギルドはブログのエモンレポートを見てね。エモンレポートでは今回紹介する内容以外にも教科書には決して書かれることはないオプショントレードの真実や専業でこれまで培った生き残るために必要な正しい知識を紹介していくよ。気になる人は今のうちにチャンネル登録しておいてね。質問や動画のリクエストがあればどんどんコメントしてね。それでは行ってみよう。グリークスはオプション取引必須のリスク指標。さて言わずもがなオプション取引は高度な数学の上に成り立っているもので、最低限これだけは知っておかないとねというオプション固有の数字があるよ。その一つが今回のテーマ、グリークスと言われるリスク指標群。これを覚えろというのはエモンを含めて数字アレルギーの人にとって悲劇だね。でもお金を稼ぐためというか怪我しないためだと思って潔く覚えよう。自転車の運転と同じで体が覚えてしまえば特になんということはないものだよ。難しい計算の部分はスマイルキャッチャーが内部で全部やるから、実際に我々は手元の電卓を使って小学生でもわかる算数ができれば十分だよ。スマイルキャッチャーをまだ持ってない人はこの機会にブログのエモンレポートを読んでゲットしてね。
ところでみやび、さっきからこの歌何？グリークスの歌。オプション取引絶好調。みんなが覚えやすいように作ってみたよ。どうかな？またか。いや、初めてだし。以前も同じことやった。天目下目絶好調の歌だ。知らないよ。何それ？天目はコール、下目はプットのことだ。最初はバイト先の水茶屋で口ずさんでた。そしたらその筋に噂が広がり、いつの間にか酒田筋と堂島筋の両派の塾生が集まる大人気の水茶屋になった。日本橋浜町中野橋牛熊亭な。また江戸時代か。この前のデジャブといい何なのよ。まあこの話は長くなるから続きはまた今度な。歌の感想をコメントで聞かせてね。みんなみやびのためだ。遠慮なく思ったことを正直にコメントするんだぞ。うるさいとかいらないとか耳障りとか二度と歌うな音痴とか。おいそこの猫。変化率。じゃあまずこの動画の品質キーワードとその概要を簡単に話していくよ。ここに 50km の道のりを1時間で走る早馬。いや車があるよ。この車がどのくらいのスピードで走っているのかを表す手段として 50km 割る1時間イコール時速 50km と距離を時間で割る方法があるね。これは距離を変化量1時間を1単位として1時間あたりに移動した距離を示している。この変化の割合のことを変化率というよ。変化率から物の動き方の傾向とリスクを知ることができるよ。例えば時速 5km で向かってくる車と時速 50km で向かってくる車とではどちらの方が危険であるのか、そのリスクの大きさを比較判断することができるね。変化率は物が変化する割合のこと。この例では1時間を1単位としているけど、1単位を1分とするのかまたは1秒とするのかで値は全く違うものに変わってくるよ。車は突然時速 50km で走り始めるわけではなく、最初の1秒間は時速 1km、最初の1分間は時速 10km というように徐々に加速したものであったかもしれない。10分後から40分間は時速 100km で疾走し、その後に時速 30km まで減速したのかもしれない。つまり変化率とは1単位における平均速度を表しているに過ぎないんだ。微分値。車のように速度が変化するものに対しては短い時間や区間で計測しなければその瞬間の速度はわからない。計測する時間や区間を長くすればするほど変化率は平均化されることから精度や信頼性は低下し、逆に計測する時間や区間を短くすればするほど変化率は細分化されることから精度や信頼性は高くなるよ。正確性や信頼性を追求するためにより細かい単位で変化率を計測することを微分するというよ。微分した値、すなわち微分値はその車の瞬間的な速度を表しているのと同時に2つ以上の連続区間を計測することで加減速の傾向を知ることができるよ。加減速の傾向を知るということは車は前進を続けているのかまたはバックで戻っているのか、進行方向も知ることができるということだね。つまり微分値とは究極の変化率を意味しているよ。変微分。オプション価格は原資産価格、権利行使価格、ボラティリティ、残存時間、安全利子率、原資産利回りの6つの変数から構成される関数だ。オプションが満期を迎える1秒前までこれらの変数がお互いに影響を及ぼし合うことでオプション価格を変動させているよ。オプション取引を実行しポジション管理を行っていく上でこれらの変数の変化率の大きさを知っておかなければならない。このような複数の変数を持つ関数から特定の変数の変化率を求める場合、他の変数を定数として微分することで値を求める。これを特に変微分というよ。オプションの一般的なリスク指標はブラック・ショールズ方程式を変微分した変化率で表されるよ。これが今回の動画のテーマ。デルタ、ガンマ、セータ、ベガといったオプションリスク指標となるんだ。オプションリスク指標はこの4つ以外にロー、ラムダ、工事であるボンマ、ゾンマ、バンナ、スピード、ウルティマなど書き出せばキリがないほどあるよ。これらのリスク指標は一般的にギリシャ文字で表されることからギリシャ指標やグリークまたは複数形でグリークスと呼ばれるよ。レモンレポートではグリークスで呼び方を統一するよ。4つの基本グリークス。一般的な日経225オプショントレードの実践レベルではデルタ、ガンマ、セータ、ベガの4つの基本グリークスを押さえておけばまず問題ないよ。その4つだけでいいの？エモンレポートで扱うのはこの4つだけ。トレードの実践で使うのもこの4つだけだよ。
それ以外は覚えなくていいの？もちろんいくつかの工事グリークスでより精密さを追求することはできるけど、無理に覚えなくていいよ。エモンも知識として知っていても実際トレードに使わない。そうなんだ。金融工学の繊細な部分や学術としてのオプション論をトレードに持ち込んでも、どうせ手数料やスプレッドで消し飛ぶほど微細な誤差しかないんだ。だから現実の相場でそこまで細かいことを気にしてもしょうがない。より精密さを求める場合や商品設計する人が必要に応じて使えばよく、実践トレードで使うグリークスは4つだけで十分というのがエモンの考えだよ。異論はあると思うけどね。人それぞれさ。それを聞いて少し安心したよ。注釈2つ。1、ガンマは基本グリークスだけど工事グリークスの一つだよ。2、ベガだけは実はギリシャ文字ではないんだよね。ベガをギリシャ文字のカッパという人もいるよ。グリークスはオプションが内包している様々なリスクを表す値だ。各要因がオプション価格に与える影響の大きさを表していて、単に運用成績の向上に必要不可欠な指標というだけでなく、ポジションを取る前からクローズする時までトレーダーが付き合っていかなければならない重要な指標だよ。最初はグリークスを難しく感じてしまうかもしれないね。でもオプショクギルドで配布しているスマイルキャッチャーに基本グリークスは実装済みなので、特に数学的な知識は必要ないよ。トレーダーの仕事は計算することではなくトレードで結果を出すこと。スマイルキャッチャーが吐き出すグリークスの値が何のリスクを表しているのかを理解すれば、あとはトレードに専念できるね。大きな怪我をしないためにオプションのグリークスを理解できないから、難解だから、敷居が高いからと、これらを無視してオプション取引を実行することは真っ暗闇の大きな部屋の中に飛び込み、手探りで出口を探しているようなものだよ。エモンはそれで大怪我した。グリークスはコンパスとろうそくだよ。グリークスを理解すれば真っ暗闇の中でもろうそくを灯すことができるね。ろうそくでは手元のコンパスと足元くらいしか照らせないかもしれないけど、出口に向かうまでの道中に大きな怪我をせずに済むと思うよ。デルタとは、さあいよいよ来たか。オプション取引の世界へようこそ。デルタは原資産価格の変動がオプション価格に与える影響度を示すリスク指標だよ。先物ポジションは先物の価格変動に対して 100% の影響度で連動するね。だから先物ラージのロング1単位のポジションのデルタはプラス 1.00 と表し、先物ラージのショート1単位のポジションのデルタはマイナス 1.00 と表すよ。先物ミニの場合はラージの10分の1のサイズだから、先物ミニのロング1単位のポジションのデルタはプラス 0.10 と表し、先物ミニのショート1単位のポジションのデルタはマイナス 0.10 と表すよ。日経225オプションのデルタ1単位は100円だ。さっきの車の時速の例では1単位は1時間だったね。そうそう、車の時速の例と同じように原資産価格が1単位変動した際、オプションプレミアムがどの程度で連動するのかを表したものがデルタであり、原資産価格の変化に対するオプションプレミアムの変化率と言えるよ。デルタ値はブラック・ショールズ方程式を原資産価格で変微分して求めるよ。原資産価格に対するオプション価格の連動率、アット・ザ・マネーのオプションのデルタはおおよそ 0.50 であり、原資産価格の変動に対してオプション価格はおおよそ 50% の変化率で連動するよ。ディープインザマネーのオプションのデルタはオプションが DITM であるほど 1.00 に近づいていき、原資産価格の変動に対してオプション価格はほとんど 100% の変化率で連動することを表しているよ。ただしどんなに DITM していても満期を迎えるその瞬間まで 1.00 になることはないんだ。どうしてだかわかる？満期に S q 値が確定するまで先物になることはできないから。そうだね。満期に S q 確定値が出るまでデルタは 0.9999 の状態だよ。同じ理屈でファーアウト・オブ・ザ・マネーのオプションのデルタはオプションが FOTM であるほどゼロに近づいていき、原資産価格の変動に対してオプション価格はほぼ変動しないことを表しているよ。ただしどんなに FOTM していても満期を迎えるその瞬間までゼロになることはないんだ。数学的で細かいところなんだけど、オプションを体系的、構造的に理解するのに重要な部分だから覚えておいてね。デルタ値は権利行使される確率。権利行使される確率。そうだったの？人それぞれだけどエモン的にはデルタの覚え方はこれが一番しっくりくるな。突然だけど競馬はやったことある？あるよ。もう二度とやらない。その時何を見て馬を決めた？
全然馬のことわからないから単にオッズの人気順。オッズは的中した場合の払い戻しの倍率だね。人気順で選んでも当たらないのが競馬の難しいところなんだよね。例えば単勝オッズが 1.2 倍を示している上位人気馬があるとするよ。当たれば100円が120円になる馬券だね。みやび、この馬が1着になる確率を計算して教えて。この数字だけじゃ全然わからないよ。本当に。みんなも一緒に考えてみてね。単勝オッズが 1.2 倍の馬の1着確率は何%か。チクタクチクタクジリリリリリ。はい、答えを言うよ。単勝オッズ 1.2 倍の逆数を取ればよい。つまり1割る 1.2 イコール 0.8333。1着になる確率は 83.33% だ。単にこれだけで1着になる確率が計算できるよ。嘘、そんなに簡単なの？じゃあ同じように単勝オッズ 10.0 倍を示している馬が1着になる確率は当たれば100円が1000円になる馬券だね。1割る 10.0 イコール 0.1 だから 10%。 そうそう。ここで何が言いたいか。それはオッズは的中した時の払い戻し倍率というだけでなく、同時に1着になる確率そのものを表しているということだよ。じゃあ話をオプションに戻して、デルたちはオプションが満期に権利行使される確率そのものを表していると言えるんだ。さっき言ったように ATM のオプションのデルタは 0.50 だねということは、このままオプションが満期を迎え権利行使されるかどうかの確率は 50-50 であるということを表しているよ。DITM のオプションのデルタはほぼ 1.00 ということは、このオプションが権利行使される確率はほぼ 100% ということを表しているよ。逆に FOTM のオプションのデルタがほぼ0ということは、権利行使される確率はほぼ0ということを表しているよ。満期を迎えるその瞬間までデルタは 1.00 また0になることがないのは、たとえ満期の1秒前にインしていたものが1秒後の満期に OTM する、もしくは OTM していたものが1秒後の満期にインする可能性が全くゼロではないからだよ。ここで競馬の話につながるわけね。うん。競馬のオッズとオプションのデルタの基本構造は同じリスク指標だ。コールとプットは表裏一体。さっきの競馬の話でオッズから1着になる確率を計算したね。じゃあ次の問題。そうやって計算した全ての馬の1着確率を合計するといくつになるか。そんなのわからないよ。本当に。みんなも一緒に考えてみてね。チクタクチクタクジリリリリリ。答えを言うよ。答えは1だ。すべての馬の1着確率を合計するということは、すべての馬を1つの集団とするわけで、この集団から1着が出る確率は 100% だから1だ。正確には1から競馬の主催が割り引く控除率を引いた値になるよ。控除率っていうのは賭けの胴元の取り分ってことだね。うん。例えば JRA 中央競馬の単勝の控除率は 20% だから値は 0.8 になるね。何が言いたいかわかるかな。話をオプションに戻すよ。同一現月かつ同一権利行使価格のプットとコールのデルタの絶対値の和は必ず 1.00 になる。これは同一現月かつ同一権利行使価格のプットとコールのオプションは原資産ポジションの1単位と等価パリティであることを示しているよ。同一現月かつ同一権利行使価格のプットとコールは個ではなくどちらかが権利行使される確率は 100%。だからデルタの絶対値の和は 1.00 だ。オッズの逆数の総和は1になる競馬と同じだ。競馬の話はさておき、デルタはあって文章から覚えるより、こんな感じで構造的に分解してみると早く覚えられると思うよ。プットコールパリティ、同一現月かつ同一権利行使価格のプットとコールのデルタの絶対値の和は必ず 1.00 になると言ったね。これはプットコールパリティの最低理論が存在していることを明確に示しているよ。EP1 の動画に出てきた政治のコンバージョンとリバーサルだ。そうそう、よく覚えてるね。つまらないな。おい。言い方を変えると、オプションは原資産ポジションをコールとプットに分解したものと言えるよ。例えば ATM のオプションはコールもプットもデルタは 0.50 ずつだね。合計すると 1.00 だ。同じようにほぼ確実に権利行使されるであろう。DITM のコールオプションのデルタはほぼプラス 1.00 だけど、同じ権利行使価格のプットオプションは FOTM であり、ほぼ確実に権利行使されることはないので、デルタはほぼ0となるね。それぞれコールとプットのデルタの絶対値の和は 1.00。この後に出てくるけど、先物ラージのデルタは 1.00 だよ。
同一現月かつ同一権利行使価格のコールとプットは表裏一体。これを合成すると先物に等しくなる。これオプションの絶対法則だから覚えとけよ。言うと思った。これはプットコールパリティの早見表。コールとプットは同一現月かつ同一権利行使価格でなければならないよ。スクリーンショット撮って手元に置いておくといいよ。ちょっとここまでいろいろ言っちゃったから一旦話をまとめておこうか。私まとめる。1、デルタは原資産価格が先物が100円変動した時にオプション価格がいくら変動するのかを表したもの。2、ATM のデルタは 0.5、DITM は1に近づき、FOTM は0に近づく。3、デルタ値はオプションが満期に権利行使される確率。4、オプションは先物をコールとプットに分解したもので、その証明として同一現月かつ同一権利行使価格のプットとコールのデルタの絶対値の和は必ず 1.00 になる。デルタニュートラル。例えばデルタがプラス 0.025 のアウトオブザマネーのコールオプションを4枚ロングしている場合、ポジション合計のデルタはデルタプラス 0.025×4 枚イコールデルタプラス 0.10 だね。ポジション合計のデルタがプラス 0.10 ということは原資産ポジションを 0.1 枚ロングしているのと同量だよ。ゆえにデルタプラス 0.025 のコールオプション4枚のロングに原資産ポジションのショートを 0.1 枚追加することでポジション合計のデルタをゼロにすることができるよ。この例のポジションはコール外プラス先物ミニ売りイコールプロテクティブコールとなるね。デルタがゼロのプロテクティブコールということは原資産価格の変動の影響を受けないことを意味している。この状態をデルタニュートラルというよ。原資産価格の変動を受けないのならなぜわざわざこんなポジションを組む必要があるのかと思うかもしれないね。それはオプションには原資産価格の変動以外で利益を生み出す仕組みが備わっているからだよ。その仕組みとは何か、この後の説明で徐々に明らかになっていくよ。デルタヘッジ。ポジションを取った直後はデルタニュートラルのプロテクティブコールであってもその後の相場変動と時間経過によりデルタはニュートラルを保てなくなるよ。デルタがロングプラスに傾いた状態をデルタロング、ショートマイナスに傾いた状態をデルタショートというよ。このスプレッドのデルタをニュートラルに保ちたい場合、傾いたデルタと等分の逆ポジションを追加もしくは落とし玉して対応するよ。例えばさっきのプロテクティブコールのデルタがプラス 0.20 に傾いた場合、原資産ポジションである先物ミニのショートを2枚イコールデルタマイナス 0.2 分追加するか、デルタマイナス 0.2 分のコールを売るか、または持ち玉を落とすか、もしくはデルタマイナス 0.2 分のプットを買うかということになるよ。先物ラージ1枚のデルタはプラスマイナス 1.0、先物ミニ1枚のデルタはプラスマイナス 0.1 だよ。このような方法でポジションを組み合わせて合計のデルタをゼロに調整し、原資産価格の変動による影響を消すことをデルタヘッジ、または単にデルタ調整などというよ。オプション取引はデルタヘッジを行うことで先行き不確実な原資産価格の変動から受けるデルタ量を調整し、時間の経過やボラティリティだけをスプレッドから抜き出して利益を上げることが可能になるよ。相場の上げ下げの当て物をするだけではなく、他のどの取引にも見られない特徴を持ったデリバティブだね。プットコールパリティのエスケープ。さっき言ったプットコールパリティの最低理論を実践トレードレベルで使う一つの例がプットコールパリティのエスケープ。これは持ち玉が DITM してしまいオプションの流動性が消失し不利な価格でないと返せない時に十分な流動性が生まれた裏の FOTM のオプションを利用して持ち玉を逃がす方法だよ。例えば先物が4万1000円の時にプットバックスプレッドを組み OTM であったプット4万の売り玉を持っていたとする。その後に相場は暴落を起こし先物は3万7000円になった。買い玉を無事に返済しプットバックスプレッドは見事に大きな利益を上げることになるのだけど、困ったことにプット4万の売り玉は3000円ディープインしているため流動性がなく不利な価格でないと返せない。そもそも板がなく妥当な価格もよくわからない。こんな時にプットコールパリティのエスケープを使うよ。このプットバックスプレッドの例ではプットの売り玉をプットコールパリティのエスケープしたいので逆ポジションであるプットの買い玉を蘇生することになるよ。既存のプット4万売り玉に新たに蘇生するプット4万買い玉をぶつけて相殺するということだね。さっきのプットコールパリティの早見表の通り
プットの解玉は以下の方法で蘇生できるよ。プット解プラス1イコールミニ売りマイナス10プラスコール解プラス1、つまりプット4万回プラス1枚イコールミニ売りマイナス10枚プラスコール4万回プラス1枚先物ミニを10枚売って暴落により FOTM 化して流動性の生まれたコール4万を1枚買えばそれはプット4万の買いと同意となるね。この2つのポジションを既存のプット4万売りに追加したことでポジションはこの3つになるよ。これで返せずに困っていたプット4万売りの損益を完全にロックできたよ。損益を完全にロックできるということはデルタニュートラルはもちろんのこと他のグリークスも完全にニュートラルにできるということだね。つまりこの3つのポジションの合成は完全にゼロということになりプットコールパリティのエスケープが完成するよ。そしてその後の相場の進行次第で流動性が戻り外せるようなら外せばよいし外せなければ満期に持ち込めばよいよ。これで当初のプットバックスプレッドで得た利益は流動性の問題で欠損することなく確保されるね。オプションを触っている以上いつブラックスワンに巻き込まれるかもわからないから早見表は常に手元に置いておこう。プットコールパリティのエスケープは PR12 の動画でも詳しく解説してるからよかったら見てね。ガンマとは来たガンマ。ガンマの説明の前にみんなにこう警告しておくよ。ガンマを無視する者は必ず破滅する。ひゃあ、いや割とガチめでいくんだよこれが。レモンしょっちゅう警告してるもんね。それでは行ってみよう。ガンマは原資産価格が1単位変動した時のデルタの変化量を表したものだ。日経225オプションのデルタの1単位は100円だったよね。そうそう、原資産価格の変動に対するデルタ値の変化速度を表していることからデルタヘッジによりデルタニュートラルを維持しようとする際にあとどのくらいのヘッジを追加しなければならないのかを示しているよ。ポジションの持つデルタがどのくらいの速度でよりロングに変化していくのかよりショートに変化していくのかを測る非常に重要なリスク指標だね。ガンマ値が大きいということは原資産価格の変動に対してデルタの変動も大きくオプションプレミアムの変化に大きな影響を与える。逆にガンマが小さいということは原資産価格の変動に対してデルタの変動は小さくオプションプレミアムはあまり影響を受けない。例えばガンマ 0.01 の値を持つオプションは先物が1単位つまり100円変動するごとにデルタは 0.01 ずつ増減する。ほとんど影響を受けないのね。ガンマ 0.5 の値を持つオプションは先物が100円変動するごとにデルタは 0.5 ずつ増減する。ミニ5枚分だから大きく影響を受けるね。気をつけなければいけないのはガンマ値は一定ではなく常に変化を続けているということ。最初の先物100円変動分と次の先物100円変動分のガンマ値は違うんだ。後で詳しく説明するけど状況によっては全く別物の値になることもある。初心者がオプションを売って大損する定期案件の原因は主に2つあってその1つがこのガンマ値の大きな変化を見落としているケースだ。オプション外のガンマ値は必ずプラスで先物の変動は有利に作用するよ。オプション売りのガンマ値は必ずマイナスで先物の変動は不利に作用するよ。プラスのガンマ値のことをプラスガンマ、ガンマプラス、ポジティブガンマまたは略してプラス G など様々な言い方があるけど全部同じ意味だよ。同様にマイナスのガンマ値のことはマイナスガンマ、ガンママイナス、ネガティブガンマ略してマイナス G などと言うけどこれも同じ意味だよ。ガンマに限らずデルタ略して D、セータ略して T、ベガ略して V も同じだよ。ガンマが最大値を取るのは記事化の ATM。ガンマはブラックショールズ方程式を原資産価格で2回変微分して求められ ATM で最大値を取り ATM から ITM や OTM へ離れるほど小さくなるよ。また記事化のオプションのガンマ値は木先の同じ権利行使価格のオプションのガンマ値よりも大きくオプションの残存期間が長くなるほどガンマ値は小さくなるよ。つまり最大のガンマ値を持っているオプションは記事化の ATM ということになるね。ネガティブガンマオプションを売るということはネガティブガンママイナスガンマのポジションを持つということ。オプション売りで大怪我をするトレーダーは多くの場合このガンマ値を無視しているか甘く見積もっているよ。例えば OTM のオプションを売っていたとする。その後に原資産価格が権利行使価格から離れていきオプションはより OTM となった。この場合のガンマ値は小さくなっていくから問題は起きない。
次に ATM のオプションを売っていたとする。その後に原資産価格が権利行使価格から離れていき、オプションは OTM もしくは ITM となった。この場合もガンマ値は小さくなっていくから問題は起きない。ああ、評価損かもしれないけど、ガンマ的な問題は起きないという意味ね。問題なのは OTM を売った後、その権利行使価格に原資産価格が近づいて ATM 化していく時だよ。先物でデルタヘッジを入れても足りないという非常に厄介な問題が起こるよ。評価損はもとよりヘッジ玉の往復ビンタや証拠金不足で泣く泣く大きな損切りをせざるを得なくなる典型的なパターンだね。これただの自爆だよ。困った立場に追い込まれる状況を自ら作らないようにね。ガンマ効果。この場合売った OTM のオプションはより ATM に近づいていくからガンマ値は加速的に大きくなるね。そして原資産価格と権利行使価格がピタリと一致した時、ガンマ値は最大値となるよ。ガンマ値の増加はデルタ値の増加をより加速させる。結果オプションプレミアムに劇的な変化をもたらすんだ。ここでのポイントは劇的にというところだね。これをオプションのガンマ効果というよ。だから先物でデルタヘッジをどんどん入れなければならなくなるのか。そうだね。このようにガンマ値が最大となるのは満期直前、かつ原資産価格がオプションの権利行使価格を通過するとき、満期に向けて原資産価格がオプションの権利行使価格に修練していき、S q 後に一方向に走り出すというマーケットの現象もこのガンマ効果によるものと言えるよ。 S q 通過で先物ヘッジ玉が外されるからだね。またオプションのメジャーな権利行使価格1000円500円付近で先物が無駄に何度も往復することがあるよね。これもオプションポジションの先物ヘッジ取引によるガンマ効果と推察することもできるよ。ガンマ値の増加はネガティブガンマのポジションに不利に作用し、逆にポジティブガンマとなるオプション外のポジションには有利に作用する。何度もしつこいようだけど、エモンレポートを見ているみんなの中からは誰一人として退場者を出したくないから何度でも言うよ。断言するけど、ガンマを無視する者はいつか必ず破滅する。オプションが持つガンマ曲線を確認してみよう。レベル0188の動画から切り抜いてきたよ。満期直前のガンマ曲線だよ。S q 州のプラスガンマ爆撃期間のメカニズムそのもの。ということ、ガンマ効果を利用してオプション取引で利益を上げる方法はこのレベル0188の動画で完全攻略してるからよかったら見てね。ベテランは売りも買いもやる。さてしこたま脅かした後でなんだけど、ガンマ値の増加がネガティブガンマのポジションに対して不利に作用するというのなら、そもそもオプション売りなど誰がやるものかと思うよね。相場は予期せぬ動きをするものだし、ネガティブガンマなどという危険なリスクを背負ったポジションはできる限り避けて通るのが投資の基本ではないのかということだね。でもこのような解釈はオプションは買いのみで勝負するもの、売りは破滅の道などと歪んだ誤解を生むもとになっているよ。ネガティブガンマのポジションは原資産価格の変動に対して不利である反面、別の側面から非常に有利な特性を備えているんだよ。その特性は逆にオプション外にとっては非常に不利なものとなるよ。その特性とはセータのことなんだけど、セータに関しての詳細はこの後に説明していくよ。ベテランのオプショントレーダーでオプション外のみしか絶対にやらないトレーダーをエモンは知らないよ。ロングスプレッドを組むことの方が多いというベテラントレーダーはいるけど、オプション外のみしか絶対にやらないトレーダーはそもそも長期的に生き残っていないからじゃないかな。ベテランは興味がない満期直前の OTM 裸売り、オプションのみを単体で売買することを裸やネイキッドというよ。例えばコールだけ単体で買うことを裸買い、ネイキッドロング、プットだけ単体で売ることを裸売り、ネイキッドショートといった具合だね。OTM のオプションを満期直前に裸で売り、満期に持ち込んで逃げ切るというウィークリーオプションで横行しているような雑でチープな手法にはベテラントレーダーは一切手を出さないんだ。なぜなら満期直前の OTM のオプションはプレミアムも安く、またさっき説明したガンマ効果をよく知るベテランにとってはどう見積もっても満期直前の OTM 裸売りはリスクに見合っていないと考えるからだね。先物でデルタヘッジを入れ続けなければいけなくなるループ怖すぎるよ。はっきり言ってしまえば、そのようなガンマを無視したハイリスクなことをわざわざせずとも、もっと優位性のある別のオプションストラテジーを知っていて、それを使いこなせるので興味がないといったところだね。何よりもそのような手筋を続けていてはいつかブラックスワンがやってきて必ず破滅させられることをベテランはよく知っているし、
実際に定期的に犠牲者を見てきているんだ。結局どうすればいいのよ。そう言いたくなる気持ちはエモンにもよくわかるよ。ガンマを無視したり甘く見ていると大怪我をする。しかしガンマを過剰に気にしてオプションを売れないトレーダーもまた生き残れない。これではオプション取引とはいかがしたものかと悩んでしまうよね。どのみちうまい話などはないのだから、グリークスを睨みながらリスクとリターンを熟考し、トレーダー自身で折り合いをつけて答えを見つけていくしかないんだよ。エモンは未だに答えは出ない。いや、むしろ答えなんかないんじゃないかな。オプションを売っている時はいつもここでブラックスワンが来たら終わると思いながらのトレードだよ。ちょうどのそのタイミングでジョーカーを引くかどうかはもはや運だ。セータとはデルタガンマの説明が終わって折り返しだよ。完全解説なだけに内容が濃いからマジでハードなんだけど。まず言葉を耳にインすることに意味があるんだ。内容の理解は後からでもいい。みんなも疲れたら画面も見なくていいし、聞き流しでいいから一旦は最後まで聞いてね。さて、多くの偉人の忠告にもあるように、セータを知ると時を無駄にすることなどできなくなるよ。原資産価格やボラティリティと異なり、時間は必ず決まった一方向にしか進んでいかないよね。ああ、量子論の時間の扱いは諸説あってかなり違うようだけど、ここではオプション取引で使われる時間の話だよ。すべてのオプションに残されている時間は有限であり、オプションプレミアムは時の経過に伴って徐々に時間的価値を失っていくよ。そして満期に ITM となったオプションは本質的価値のみとなり、また ITM とならなかったすべてのオプションの価値は完全にゼロとなるよ。セータはこの時間経過による1日あたりの原価額を示すリスク指標だ。セータの1単位は1日ってことね。そうだね。オプションの買いのセイたちはマイナスで日給の支払い、オプションの売りのセイたちはプラスで日給の受け取りになるよ。タイムディケイ。ディケイとは腐るとか衰退という意味で、時間の経過でオプションプレミアムが減価していくことをタイムディケイというよ。同じようにデルタ値やベガ値が時間経過で小さくなっていくことをそれぞれデルタディケイ、ベガディケイというよ。満期をオプションの寿命が尽きる時と考えるとセータを理解しやすいよ。寿命が10年残っているオプションは時間が5年経過することでその価値は半減。原価率マイナス 50% となるね。寿命が1年残っているオプションは時間が半年経過することでその価値は半減。原価率マイナス 50% となるね。寿命が2日残っているオプションは時間が1日経過することでその価値は半減。原価率マイナス 50% となるね。それぞれ経過した日数は違うけど原価率はどれも同じマイナス 50%。オプションの価値は満期に向かって加速的に減価していくことが理解できるね。これが時間経過により価値が減衰するタイムディケイだよ。寿命が近づけば近づくほど減り方が加速していくってなんか辛辣。ガンマ値とセイたちは相反する値。さっきガンマを説明したね。セイたちはガンマ値と同じように木先より木近の方が大きく、ITM や OTM より ATM の方が大きな値になるよ。ただしその符号はガンマとセータではお互いに逆になるよ。確かにグリークスチャートも上下逆だね。ガンマを味方にすれば必ずセータは敵となり、セータを味方にすれば必ずガンマは敵になるんだ。ガンマとセータは常に背中合わせの関係ということさ。大きな相場変動を望むポジティブガンマのポジションは同時にネガティブセータであり、時間経過は不利に作用する。逆に静かな相場を望むネガティブガンマのポジションは同時にポジティブセータであり、時間経過は有利に作用する。オプション取引ではいかに巧妙なスプレッドを組んでもガンマとセータのいいとこ取りをすることはできないよ。スプレッドの組み方や計算方法の違いで合成グリークスの値を見て一見いいとこ取りができたように見えてもそれは罠。オプションの世界でうまい話などはないんだ。カレンダースプレッドでガンマもセータもプラス符号で組めることあるけど、確かにガンマとセータをどちらともプラスで組めれば大きな相場変動も時間経過も味方につけている最強スプレッドだね。だがしかし両者の値は非常に小さく、立場はほとんどニュートラルのはずだ。だから信じてはいけない。どちらかは偽りの味方だ。相場変動か時間経過かいずれかの相場環境が変わるタイミングでほぼ中立の立場を取っていた両者のうちどちらかが必ず裏切る。関ヶ原の小早川軍みたいね。時は金なり。ガンマの説明でこのように言ったね。ガンマ値の増加がネガティブガンマのポジションに対して不
利に作用するというのなら、そもそもオプション売りなど誰がやるものかと。オプション売りはガンマを敵に回す反面、セータを味方につけるポジションだね。ではそもそもセータを味方にするとはどういう意味なのか。地球上において時の流れは加減速をしたり止まったりあるいは逆走したりすることは決して起きない。地上との標高差により原子時計レベルで時間の進みに違いはあるんだけど、多分金融市場は UTC の原子時計の基準で統一されてると思う。知らんけど変なツッコミ入れてきやがってみやび。いや、何も言ってないし。とにかくセータは原資産価格やボラティリティの変動にかかわらず、タイムディケイにより絶対的な方向性を持って加速的にオプション価格を削ぎ落としていき、満期には時間的価値を完全にゼロへと追い込むんだ。オプションを売るイコールセータを味方にするということは、1日や1時間1分1秒という時の経過により金を稼いでいることと同意だ。まさに時は金なり。これはオプション売りにとって非常に有利に作用する特性だね。売りだけ買いだけでは生き残れない。しかし絶対的な時の経過を味方につけているからといってセータを過信してはいけないよ。オプション売りのポジションを持つトレーダーはセータによる利益とガンマによる損失を常に両睨みしており、セータとガンマの綱引きの結果、セータが負けてガンマが勝てばオプション売りは負ける。さっきのガンマのところでオプション買いのみしかやらないトレーダーはそもそも長期的に生き残っていないと言ったね。ここではオプション売りのみしか実行しないトレーダーが長期的に生き残ることはできないとも加えておくよ。オプション売りしかやらない、これはむしろあえて言うまでもなくオプション取引で定期的に散っていくグループに属するトレーダーの典型だ。時は金なり。だがしかしそれはネガティブガンマという非常に不利な条件を受け入れた上でのことなんだ。個人的にはオプション取引で長期的に生き残っていくことは売りだけ買いだけと片手で扱えるほど簡単ではないという印象だね。ガンマヘッジニアリーイコールセータヘッジ。デルタヘッジによりデルタニュートラルを目指すのと同様にガンマヘッジを行うと同時にセータヘッジもほぼなされたことになるよ。より精密な調整を行うには別のグリークスやガンマセータ比率とかいうものが登場するけど、これは基本ではないのでまあいいや。エモンもそこまで細かいところは気にしてない。オプション取引はボラティリティの取引、デルタ先物変動、ガンマデルタの変化率、セータ時間経過をヘッジにより消去しニュートラルに維持すると、あとはベガボラティリティが残されることになるよ。こうして抜き出されたベガの売買を目的にトレードを行うことをボラティリティトレードというよ。これがオプション取引はボラティリティの取引と言われるゆえんだね。この後にオプション取引の本丸ボラティリティとベガについて解説していくよ。セータは無視。セータについてここまで説明しておいてなんだけど、長年のベテランのオプショントレーダーは基本的にセータは無視しているね。ポジション管理シートのグリークス表示でセータを消していて、セータなどそもそも見ていないというベテランもいるよ。さっきのガンマのところでガンマを無視するものはいつか必ず破滅すると断言したね。こう言っておいてガンマと表裏一体のはずのセータを無視するとは一体どういうことなのか。それはセータはわざわざ値にせずとも感覚的に大体わかるというのがセータを無視する理由だけど、実はそれ以外にも事情があるんだ。タイムディケイにより満期が迫るとオプションプレミアムの原価は加速するね。この状況はオプションの買いにとっては不利な状況となるけど、同時に相反するリスク指標のガンマにとっては有利な状況が整っているよ。ガンマとセータは背中合わせだから、どちらかが不利になれば片方は同じだけ有利な立場となるんだ。要するに満期前のタイムディケイがきついということは、同時に少しの原資産価格の変動でもポジションにガンマ域が乗るということ。満期前の厳しいマイナスセータを受け入れても相場が動きガンマ域が取れるもしくはベガ域が取れると考えれば、オプションを買うのがベテラントレーダーの行動なんだ。そんな時に高額なマイナスセータに恐怖してポジション取りを躊躇してしまうのを避けるための策として、あえてセータは無視するんだよ。つまりガンマを無視できないのはリスク管理のため、セータを無視するのは合理的な判断に基づいたトレードを確実に実行するためということだね。時給セータは時間経過による1日あたりの原価額を示しているリスク指標だね。例えばセータプラス24円のオプションを売れば1日後のポジション損益はセータによる原価分のマイナス24円が内包されるよ。1日で24円減価するので1時間あたりの原価は1円だね。
つまり時給1000円オプション売りを揶揄したジョーク。個人的にはこの時給を目的としたオプション売りは苦手だよ。苦手だけどこれをやらざるを得ない相場環境が長く続くこともある。だから必ずしも禁忌というわけではないんだ。ここら辺はトレーダーの性格にもよるね。ただエモンは基本的には時給のお仕事すべからずの方針という程度だね。どうしてか。理由は簡単だよ。セータ目当てのオプション売り戦略はホールド時間が比較的に長い。ホールド期間が長い分いつか必ずやってくるであろう。ブラックスワンに巻き込まれるリスクが増すからだよ。バチューならなんとか対応もできるかもしれないけど、クローズ中に起きた 9.11 のように翌朝マーケットがオープンしてみたら1円が180円になっていたなんてことに巻き込まれるのはマジ勘弁願いたい。週末持ち込み繰り返して4週間連続ホールドとかするから気が休まらないね。ボラティリティとは何か。オプション取引はボラティリティの取引。やっと本丸まで来たね。ここまで動画を見てくれたみんな本当にすごい。圧倒的熱意を感じるよ。あともう少しだから頑張って。疲れたら全部理解しようとしないで聞き流しでいいんだからね。さて先物や FX などデルタポジションの損益はボラティリティの変化に影響を受けないね。でもオプションポジションの損益はボラティリティの変化から多大な影響を受けるよ。だからボラティリティの理解を曖昧にしたままオプション取引をすることはできないんだ。ボラティリティはマーケットで最も重要な指標の一つであるにもかかわらず最も理解されていない指標の一つでもあるよ。例えばボラティリティ 10% といった場合、何を意味しているのか説明できるみやび。原資産価格が 10% 動いたよってことだと思う。そうなるよね。でもそういうことじゃないんだよ。なんかその言い方イラっとくる。こんな感じでボラティリティとは何かと問われるとみやびのようにはっきりと説明することができない。それほどまで曖昧にされている指標なんだ。だからいいタイミングだ。この機会にはっきりさせておこうか。生意気な猫だな。ボラティリティ 10% とは、ボラティリティとは価格の変動率のことで一般的には年率で表されるよ。ボラティリティ 10% といった場合、これは1年間のマーケットの変動が 68.26% の確率で、現在の価格より上下にそれぞれ 10% の範囲内で推移することを表しており、また 95.44% の確率で2倍の 20% の範囲内で推移することを表しているよ。ボラティリティに価格の方向性は内包されていないんだ。例えば現在の先物が4万円でボラティリティが 10% といった場合、1年後は 68.26% の確率で上下にそれぞれ 10% 以内の3万6000円から4万4000円の範囲に収まり、95.44% の確率で上下にそれぞれ 20% 以内の3万2000円から4万8000円の範囲に収まるということを表しているんだ。わかったかみやび。わかったよ。そういうことだったんだね。標準偏差 68.26% や 95.44% という値はどこから出てきたのか。これは言うまでもなく標準偏差シグマだね。これは1から3標準偏差の確率だけど、数字は特に覚えなくていいよ。ボラティリティの尺度に標準偏差が使われているとだけ認識しておいてね。ベルカーブ、正規分布。この壮大な知的詐欺、この標準偏差の話はベルカーブへと発展する。マーケットでは100年に一度のはずの危機が100年間に何度も起きるよ。これはマーケットの価格変動は予測不能という前提で、便宜的にこら言葉気をつけなさい。便宜的に価格変動は正規分布またはガウス分布に従うと仮定していることが原因だよ。正規分布曲線は境界の釣り鐘に形が似ていることからベルカーブと言われるよ。マーケットの価格変動は正規分布に従う。これは明らかに誤った仮定だよ。正規分布は平均値に対して左右対称だけど、マーケットの価格変動の分布は当然に左右対称ではないよね。株価の場合の上げはじわじわ、下げは一気に来るね。そうそう、コモディティ市場の場合はその逆だ。大規模な下落が起きる頻度は正規分布で示す値よりも明らかに多い。そもそもの仮定が誤っているので、100年に一度のはずの危機が100年間に何度も起きるということになるよ。正規分布を過信しすぎるあまりに起きた事件は1998年の LTCM 破綻事件が有名だ。 LTCM 破綻以降、マーケットに正規分布を当てはめる過程が間違えていることは広く周知のこと。よってトレーダーはそのことに留意し、正規分布を仮定とした数字には用心していかなければならない。
正規分布の便利さゆえに、特にオプション取引ではこの誤った過程が多用されている。ブログのエモンレポートでオプション取引の必読書として挙げたブラックスワン、不確実性とリスクの本質という本で、著者のナシーム・ニコラス・タレブは正規分布をマーケット環境へ適用する危険性に対し、ベルカーブ、この壮大な知的詐欺やまやかしの不確実性と激しい論調で言及しているよ。この本は必ず読んでね。ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティ。ボラティリティには大きく分けて2つ。ヒストリカルボラティリティ、略して HV とインプライドボラティリティ、略して IV があるよ。オプション取引でいうところのボラティリティとは後者のインプライドボラティリティ、IV のことを指しているよ。ヒストリカルボラティリティはその名の通りヒストリカルで、単純に価格変動が大きければ高くなり、価格変動が小さければ低くなるね。しかし IV はこれとは全く別物、異なる次元のものだよ。IV、インプライドボラティリティ、ヒストリカルボラティリティ同様に、原資産価格の変動が起きなければ IV も変動しないと誤解されがちだけど、これは大きな誤りなんだ。マーケットに大きな変動の懸念が出てくると、オプションは買われ、プレミアムは高騰するね。また当分マーケットは静かであろうと市場が考えているならば、オプションは売られ、プレミアムは安くなるね。IV はこのオプションプレミアムからブラック・ショールズ方程式を逆算して求められたボラティリティなんだ。つまりマーケット環境や市場の思惑が内包、インプライドされたボラティリティということだよ。オプション価格は先物の動向、満期までの時間経過の影響、さらには市場のセンチメントなどを受けて常に変動してるよね。だからオプション価格から逆算して求められる IV も常に変動しているよ。何もない平時のマーケットで IV は 15% 前後、そこから毎日プラスマイナス 1% 程度の変動は普通にあるね。なんとかショック級ともなると、初期のマーケットの緊張感の走り出しでじわじわとプラス 5%、さらに緊張感が増してくるとプラス 10%、プラス 20% と IV は狂ったように急騰するよ。IV の上昇はその計算方法から線形ではなく指数関数的に上昇するんだ。まさに売買ゲームだね。コロナショックでは最終的に IV はピークで 50% ちょいほど、3.11 東日本大震災では90から 95%、リーマンショックは 100% 超えて計測不能。 100% 超ってもう先物0円以下じゃん。そうだね。日経225が0円以下なんて、日本が完全に消滅している状況と同義だからありえないと思うだろうけど、マーケットが恐怖マックスに支配されると、誰もが我先にとポジションから逃げ出すから、そんな理屈は通用しないんだ。それでなくてもプラス 10% することは年に1回程度は起きてる。この後に説明するけど、もし IV がプラス 10% した場合に、自分のスプレッドの損益がどう変化するか、手元の電卓でさっと計算できるようになっておこうね。あと IV について重要なことを一つ。濃厚すぎてもう言うこと全部重要じゃん。濃厚プリンみたいだね、ジュルリ。最初のデルタのところでオプションは先物をコールとプットに分解したもので、その証明として同一現月かつ同一権利行使価格のプットとコールのデルタの絶対値の和は必ず 1.00 になるってみやびがまとめてくれたね。では同一現月かつ同一権利行使価格のプットとコールの IV はどうなのか。これ同じ値になるんだよ。コールの IV はプットの IV はって思うかもしれないけど、同じ現月同じ権利行使価格であればコールもプットも IV は同じ。でも証券会社のオプションボードとかツールで表示されてる IV はコールとプットで違う値だよ。見てよほら。それは間違えている。うっそ、そんなことある？多分 IV の計算過程でコールとプットで異なる定数を代入しているのが原因だと思うよ。原因は知らないけど、とにかく間違えてるのは確かだ。むしろコールとプットで違う IV だとしたら、さっき説明したプットコールパリティの法則で、同一現月同一権利行使価格のコールとプットのうち高い IV を売って安い IV を買って先物当ててデルタニュートラル。誰でも簡単に、そして無限に IV のさや取りができることになるぞ。永久期間か。いやいや驚いたな。まあそれ実際機械があればアルゴリズムが全部さらってくわけなんだけど、同一現月同一権利行使価格のコールとプットの IV は同じ。覚えておいてね。ヒストリカルボラティリティ低下、
IV 上昇。一般的にマーケットに何もなければヒストリカルボラティリティと IV どちらかが先行して上昇すると他方も上昇し、低下すれば他方も低下するよ。しかしどちらかが低下しているにもかかわらず他方が上昇するような得意なケースがあるんだ。感覚的には少し理解しづらいかもしれないね。例えば重要な指標がアナウンスされることが基地の情報である場合、多くの参加者はポジション整理を行い指標発表の時を待つよね。指標発表と同時に原資産価格が大きく変動する可能性が高いと誰もが考えているので、今はポジション整理をしてまたは思惑のポジションをとってその時まで静かに待っていようということだね。指標発表前に原資産価格が大きく動くことはめったにない。この時原資産価格の変動は停止状態にあるから当然にヒストリカルボラティリティは低下状態になる。しかし指標発表後に上下どちらかはわからないが大きく動くであろうという思惑やその時の市場のセンチメントからオプションの需要が高まり、原資産価格は動いていないにもかかわらず IV は上昇するよ。オプショントレーダーは IV が上昇することを盛ると表現するよ。ヒストリカルボラティリティ上昇 IV 低下。逆にヒストリカルボラティリティは上昇するが IV が低下するケースは指標発表後に起こるよ。指標発表により原資産価格が激しく変動しているので当然にヒストリカルボラティリティは上昇するね。しかし指標発表を通過したことにより市場心理は警戒が解かれ、オプションは売られる。オプションが安くなることで IV は低下するんだ。オプショントレーダーは IV が低下することをハゲると表現するよ。このような IV の森、ハゲの現象をトレードに活用することでレベル192のレポートのようにオプション取引のイベントプレイを実行することができるよ。よかったらトレードの参考にしてね。スマイルカーブ。さっき言ったように IV はオプション価格から逆算される。オプション価格は権利行使価格ごとに違うので IV も権利行使価格ごとに違うよ。例えば ATM は買われているが OTM は売られている。プット側は売られているがコール側は買われているといったように、売りと買いの数は同数だけど需給の関係で圧力が異なり、オプション価格は常にストライク間で価格の歪みが生じているんだ。だからオプション価格からブラックショールズ方程式を逆算して求められる IV にも同等の歪みが生じるよ。その歪みは微細なもので、隣同士の権利行使価格のデータだけを見ている分には気がつかない程度なんだ。でも全ての権利行使価格を並べて視覚的なチャートにすると圧力による傾きが鮮明に見えてくる。このような IV の歪みを視覚的にチャート化したものがスマイルカーブ。スマイルカーブはオプション取引を行っていく上で最重要ツールだよ。控えめに言ってもスマイルカーブなしにオプション取引を行うことなどは目隠しをして車を運転するのと同義であり大罪だよ。オプション取引に手を出すのであれば必ずスマイルカーブを確認できる環境を整えておこうね。スマイルカーブはスマイルキャッチャーに実装されているよ。またこのチャンネルのライブ配信でも確認できるよ。あとスマイルカーブって1本の曲線だね。コールのスマイルカーブはプットのスマイルカーブはって思うかもしれないけど、さっきコールもプットも IV は同じって説明した通り同じ IV だからスマイルカーブは1本でいいんだよ。なるほど。ベガとはようやくグリークスのベガまでたどり着いたよ。グリークスの前に必要な前提知識が多いから覚える方も大変だね。でもあと少しだから頑張って。 IV がここまで分かればベガは簡単だよ。ベガとは IV が 1% 変動した場合にオプション価格がいくら変動するかを表しているリスク指標だよ。ベガの1単位は IV1% ということね。そうそう、ブラックショールズ方程式をボラティリティで変微分して求められるよ。ベガ値は ATM で最大値となり逆に ITM や OTM へ離れるほど小さくなるよ。また残存日数が長いオプションほどベガ値は大きく、逆に残存日数が短いオプションほどベガ値は小さくなるよ。オプション外のベガ値は必ずプラス値、すなわちポジティブベガで IV の上昇はポジション損益に対して有利に、逆に IV の低下は不利に作用するよ。オプション売りのベガ値は必ずマイナス値、すなわちネガティブベガで IV の上昇はポジション損益に対して不利に、逆に IV の低下は有利に作用するよ。気がついている人もいると思うけど、ここら辺の作用はガンマと同じだね。ガンマは先物の変動に作用してベガは IV の変動に作用するってことね。ボラティリティトレード。ベガの特性からオプション取引は同現月
異権利行使価格または異現月同権利行使価格のオプションのうち IV が低いオプションを買い IV が高いオプションを売るという最低取引の機会が生まれるよ。デルタのところでデルタヘッジの説明をしたね。デルタヘッジにより価格変動のリスクを消しボラティリティを取る抜くという戦略が可能になるんだ。これをボラティリティトレードといいオプション取引における基本戦略の一つとなっているよ。オプション取引には多くの手法や戦略があるけどレモンレポートで行っている取引の多くはこのボラティリティトレードになるよ。飯の種はボラティリティというわけだね。ベガ損益ベガの損益の計算方法を軽く見ていこうか。レベル0194のレポートの切り抜きだよ。そうそう、ベガ損益は 44.72 円。改めてスマイルキャッチャーの縦玉シートでコール開玉の損益を確認してみよう。現在の評価損益と大体一緒。ベガ損益イコールベガ値 ×IV の変化幅。ベガ損益の計算方法は簡単だね。ガンマのところで初心者がオプションを売って大損する定期案件の原因は主に2つあると言ったね。1つ目は満期前のガンマ値の大きな変化を見落としているケースだった。2つ目は IV の急騰によるベガ値の変化を見落としているケースだよ。説明していくよ。ベガがオプション価格に与える影響は非常に大きく、それは IV の変化次第だ。ブラックスワンで先物が暴落すると IV は爆発的に上昇する。IV が爆発的に上昇すると売っているオプションにどのような作用が起こるのか。この式の計算、この部分を見て。掛け算。そう、掛け算。足し算ではなく掛け算でオプション価格引いてはポジション損益に跳ね返ってくるよ。IV の変化がオプション価格に与える影響が非常に大きいことがわかるね。IV の変化はオプション価格に多大な影響を及ぼす。覚えておいてね。IV が 1% 増減するとポジションの損益はいくら増減するのか、常に自分のスプレッドのリスクの大きさを把握しておく必要があるよ。この後秘密のコーナーあるからちょっと準備してくる。おう、なんだレモンレポートでは理論と実践の違いという言い回しが品質するけど、オプション取引で利益を上げるにはこんな感じの教科書的な理屈を知った上で肌感覚でも習得することが重要だよね。我々にとって理論と実践の違いにこそ大きな優位性があり、スマイルキャッチャーなどのツールを利用して何百回も繰り返しシミュレーショントレードを行っていくのが良いよ。それが一番の近道だと思うんだ。レモンが吹っ飛んだ後に心入れ直してからやってきたことなんだけどね。じゃあみんな小テスト配るよ。おいおいマジか。秘密のコーナーってこれかよ。あと一踏ん張りだからみんな頑張って。わからないところは無視せずに動画に戻ってカンニングしていいから、一つも間違えなくなるまで繰り返してね。全問正解したらバケツプリンちょうだい。もうないよ。では行くよ。91以下の中から ATM のデルタ値に最も近いものを選びなさい。チクタクチクタクジリリリリリ。ちょっと簡単すぎたかな。次の問題いくよ。92以下の中からガンマ値が最も大きいオプションを選びなさい。チクタクチクタクジリリリリリ。ガンマは絶対に無視するなだよ。次の問題いくよ。93以下の中から正たちが最も大きいオプションを選びなさい。チクタクチクタクジリリリリリ。セータはガンマと背中合わせだったよね。次の問題いくよ。94以下の中から正しいベガ損益の計算方法を選びなさい。チクタクチクタクジリリリリリ。 IV はとても大きな影響力を持ってるよ。次の問題いくよ。95以下の中から 3.11 東日本大震災時の IV を選びなさい。チクタクチクタクジリリリリリ。小テストは以上だよ。答えはコメント欄にあるよ。みんなの成績を教えてね。最後までご視聴ありがとうございました。